疲れましたね。いきなり出張命じられたもんね。明日からもここで仕事残ってるし、どこに泊まるか。あそこのビジホがいいんじゃない？は？確かにどっちか迷います。いや、常識的に考えてネカフェ一択だろ。全部あるんだぞ。はあ？ネカフェは寝てやるためのカフェでしょうが、ビジホの方が体休まるから。二人とも大差ないだろ。休みすぎて頭まで休んでるんじゃないか。ペンギンこそネカフェに泊まりすぎてネットで頭がバカになってるって。仕事もしてないやつがビジホ進めてくんな。そっちこそ仕事のしすぎでパソコンから離れられなくなってるんじゃないな。なんだと？んだよ。いや、二人とも落ち着いてください。こうなったら戦争じゃー。愛じゃ描けない遅延はハイビー CPU ならトニーオーバーヒー、yeah、ネカフェ vs ビジホ、泊まるならどっち？よくも僕のビジホをバカにしてくれたね。こっちのセリフだ。こうなったら出張期間中ビジホとネカフェに交互に泊まろうや。いいだろう。それでどっちが素晴らしいかはっきりさせようじゃないか。何なんですかこの勝負。手軽。まずは俺が先行だ。今日はネカフェに泊まるぞ。ネカフェにメリットなんて。最大にして最強のメリット。それは手軽さだ。ビジホは素泊まりでも6000円近い。しかしネカフェはナイトパックが使えるから3000円程度で一晩過ごせる。確かにかかる費用が半分なのはでかい。でもこの程度の攻撃なら。これで攻撃が終わりだと思ったか。何？さらに金額以外でもネカフェは手軽だ。それは予約不要な点。それはフラット予約なしで立ち寄れるネカフェとは違ってビジホは予約が必要で手間だ。それでも最近はスマホで予約できるところが多いじゃん。パンダ、お前は一つ忘れている。某企画社員は金がなさすぎて大抵スマホが止まってる。確かに世知辛い。手軽に泊まれてしかも安い。それがネカフェのメリットだ。もうこれで勝負ありでいいんじゃないですか。まだだよレフェリー。自分いつからレフェリーになったんですか？ビジホにはネカフェにないメリットがある。それは明日言うよ。実際に泊まった時だけ言えるルールだからね。レフェリーも知らないルールなら勝負は明日に持ち越したな。いや、ネカフェの他のメリットを先に言えばいいんじゃ。それはフェアじゃない。俺ばっかり攻撃するのはダメだ。あれだけ煽り合ってたのになんでそこだけ高潔なんですか？一宿泊一単性。それがこの勝負の鉄則。どうしよう。この勝負自体がめちゃくちゃコスパ悪い。睡眠の質。今日も疲れました。すいません。一番風呂もらっていいですか？何言ってんのシャチ君。まずやることあるでしょ。僕のターン。ビジホの攻撃。昨日の夜の話だからちょっと忘れてましたよ。ビジホの最大のメリット、それは睡眠の質。ネカフェは宿泊を目的としてない。おかげで僕の体はバキバキさ。でもビジホならこの体を癒せる。そんなのお前が貧弱なせいだ。慣れれば気にならないし、そこまで大差はない。なら実際に寝てみねや。なんだこの気持ちよさ。まるで雲の上にいるような。ペンギン、君はベッドの魔力を忘れていたのさ。いつも会社のデスクで寝ているから余計効く。予想外の特殊効果。それにビジホのメリットはベッドだけじゃない。さらにあるのか。もう一つは静けさだよ。ネカフェは半個室。意外と音が響くし眠りが浅くなってることが多い。確かに隣の人の咳、食器の音、おじさんの餌食で起きることはネカフェなら日常茶飯事。でもビジホならそれらに悩まされることはない。ほら、こんな小声で話してるのに物音すら響いてこない。これでワンポイント。これでイーブンだ。まだだ。まだ負けられない。ドリンク飲み放題。3日目、今度は俺のターン。もう何かの全国大会くらい時間かかってますよ。ネカフェのメリットはこれだ。漫画読み放題。当たり前のサービスじゃん。そんなもののためにわざわざ泊まるなんて。本当にそうか。何？横になって漫画を読んでみろ。これはすごい勢いでストレスが消えていく。出張や旅行は知らない土地で過ごすことで意外とストレスが溜まっている。
確かに宿に着いた途端疲れに気づくのってあるあるですよね。しかしネカフェなら漫画を読んで心をリフレッシュできる。そんなの美女でも酒盛りすれば同じことが。甘いな。美女法はこうなる。疲れたな。今日は美女法でパーッと酒盛りでもしてもう一回外出てコンビニ行くのめんどいな。もういいやってなるのが美女法あるあるだ。確かにいろいろやること考えてたのに着いた途端全部めんどくさくなる。しかしネカフェならそうはならない。なぜなら部屋を出てすぐドリンクとアイスが取り放題だからだ。好きな飲み物を取ってゴロゴロと漫画を読んでみろ。どうだ。仕事で疲れた体がだんだんリラックス状態になっていく。これで俺に1ポイント。これにはさすがに勝てないだろ。まだだ。フルパワーの攻撃だぞ。そのフラフラの体でまだ立ち上がるだと。いやゴロゴロしすぎて起き上がるの面倒なだけですよね。美女法にはまだ切り札がある。お風呂。僕の切り札はこれさ。お風呂だよ。なんだ風呂か。何さその余裕な態度。ネカフェでも別に入れる。そこまで大きな差には。ペンギン、君は大事なことを忘れてるよ。美女法の風呂には浴槽がある。しまった。ネカフェにはシャワーが浴びられるサービスがあっても浴槽はないものばかりだもんね。それにネカフェのシャワーって10分200円みたいな感じで時間に追われるのもありますよね。美女法なら時間も気にせずゆっくり湯船に浸かってリフレッシュできるのさ。風呂場で暴れると危ないですよ。これは僕の勝ちなんてな。ネカフェには風呂がないゆえのメリットがあるのを忘れている。何？それは逆に銭湯に行ける。銭湯。近くに銭湯やサウナがあるネカフェは意外と多い。でもそれ逆にお金がかかるんじゃ。冒頭のメリットを忘れたか。ネカフェはナイトパックが使えるから3000円程度で一晩過ごせる。確かにかかる費用が半分なのはでかい。浮いた分のお金をサウナや銭湯に回せるんだ。これで俺に1ポイント。あれでも実際に止まった時じゃないと攻撃しちゃダメなんですよね。あ、このポイントは無効。そうしてペンギンとパンダの勝負はさらに加速し白熱した。ネカフェには朝食無料サービスがある。有料だけど朝食ビュッフェがある。ネカフェのなんちゃって朝食とは違う。ネカフェはその性質ゆえに Wi-Fi が強くストレスがたまらない。美女法は連続して止まるなら荷物を預けられる。まさに一進一退の攻防。両者一歩も引かない戦い。もう自分帰りますね。お疲れ。二人の戦いに飽きたシャチは途中で普通に帰った。そして通算成績は200勝200敗。これは引き分けだね。結局勝負はつかなかったな。なら次の出張で決着をつけよう。望むところだ。次はいつ出張命じられるかな。某企画に戻ったら上司に聞いてみる。は？なんで全然帰ってこないんだお前ら。仕事も回らず倒産したぞ。そう、バトルが白熱していた二人は出張がとっくに終わっているのを忘れ、何度もビジホとネカフェに無駄に宿泊してしまっていたのだった。倒産したから社宅もなくなったからな。やっぱさ、屋根さえあれば何でもよかったね。だな。ブロッド学園祭開催中。会場にはポップアップ限定コンテンツが盛りだくさんだぞ。今月のかれこれ全力回避フラグちゃんの新オリジナル MV を先行公開中だよ。自分たちの学園祭仕様の展示や限定のグッズも要チェックです。ぜひみんなブロッド学園祭に遊びに来てくれよな。ペチペチ。ペンギンを増やして某企画にはびこるモンスターを仕事させよう。結局仕事かよ。ドット絵になったペンパイが美味しそうです。どちらかというとまずそうだろ。果たして君は迫り来る敵を倒し某企画を破壊することができるかな。お前はそれでいいの？抵抗ペンギンのゲームアプリケーペンウォーズ
リリース決定。よかったらダウンロードしてくれよな。ペチペチ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくは Twitter を確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ゲームやるんで今日会社休みます。明日も仕事なのにやめられない。